やっほー、なおです。私は普段音楽活動とラジオで機械を動かしながら天の声としてラジオに出てます。今日は新企画ということで、この1000円を使ってお菓子をですね買ってきたんですけど、紹介していきたいと思います。お菓子を買いに行ったお菓子屋さんは、もう皆さんもご存知のお菓子の町岡なんですけど、1000円でねお菓子買うってなって、1000円分お菓子買うとか普段お菓子パーティーするぐらいじゃないと多分ないと思うんですよ。どっか大人数でね集まるとかじゃないと。で、何買おうと思って、そんなに食べたいお菓子あるのかなと思ったんですけど、ありますね、やっぱお菓子の町岡。全部ひっくり返しちゃおうかな。じゃあね、一つ一つ紹介していきたいと思います。まずね、どれから紹介しようかな。それでは今日買ったお菓子を紹介していきたいと思います。まず今ね、123456789101112個お菓子あるんですよ。12個お菓子あるけど、1週間に1回必ず食べてるんじゃないかなぐらい食べてるお菓子をまず一番最初に紹介します。梅練り、ノーベル製菓さんの梅を練って固めて、このくらいのつけて見えてるんですけど、歯ぐらいのサイズに固めてあるんですけど、これは、これ食べたきっかけが小学1年生の時に、私の、親が買ってきて、夏場だったんですよね。夏場にすごい暑くて汗かいてる時にこれ食べなって言って、塩分補給にもなるからみたいな感じで食べてからハマったのがきっかけで、ダメだ、もうこれ見ててすごいよだれが出てくるんですけど食べてみようと思いますいや、すごい嬉しいな。こうやって撮影中に食べれるっていいですよねじゃあいただきます。梅なんですけど、お酒のつまみにもなるくらいのしょっぱさがあって、あとガムじゃないからそのまま噛んで飲み込めるんですよね。かさばらないので重宝できるお菓子だと思います。次は海苔と紀州梅の挟み焼きっていうお菓子なんですけど、これはこのくらいのサイズの海苔に梅味の粒みたいな、よくふりかけとかに入ってるフリーズドライの梅に近いようなつぶつぶが挟まってるお菓子なんですけど、お菓子っていうよりもおつまみぐらいでちょうどいいかなみたいなお菓子ですね。お酒のあてにもなるし、とりあえず食べてみますねあとこれ甘露さんのお菓子なんですけど、ちゃんと海苔屋さんとの共同開発のらしいです。でも美味しいし、さっきの梅練りもそうなんですけど、コンビニに普通に売ってあるんで、見つけたら食べてみてください。次は、これはね、もうね知らない人いないと思うんだけどな。カットのよっちゃんのサンバイズ味。これはもうね、小学生の頃からもうその駄菓子屋さんで食べてて、あともう今なくなっちゃったのかな。当たりがついてたんですよね、昔は。ちょっとね、結構ね匂いがね酢の匂いがきついから、誰かに会う前とかはやめた方がいいと思うんですけど、気にならない人とかは食べてみてください。次はタラタラしてんじゃねえよです。でこれもね、知ってる人は知ってると思うんですけど、結構辛めなんですよ。だから辛いのが苦手な人はあんまりおすすめできないんですけど、あとぜひねヘルシーだし買ってみてください。次はですね、この村岡のチョロギはここに書いてあるんですけど、シソ科の植物です。
土の中で育ったらこんな形になりましたって書いてあるんですけど、どんな形かというとうんちみたいな形してるんですけど、これね美味しいんですよ。これもお酒のねおつまみにすごいちょうどいいんですよ。焼酎とか好きなやつ、日本酒とかねちょうどいいからぜひ食べてほしい。そう、お酒すごい私好きなんですよ。まあそれは置いといて、とってもお酒に合う今までのねお菓子たち、ぜひねお酒好きな人ね買ってみてほしいです。本当にね焼酎に合う。のんべえは置いといて、はい、お餅さくらんぼ味のちっちゃいお餅なんですけど、お餅なのかな、種類が結構あって、コーラとかサイダー、いちごとかグレープとかあったかな。私は昔よくこれのさくらんぼ味を食べてたんでこれにしたんですけど、これね爪楊枝が入ってるんですよ。ここに爪楊枝が中に一緒に入ってるんですけど、これにね団子みたいに1個刺して2個刺して3個刺してなんか団子みたいにして食べるとすごい満足感があって、こうやって私食べてたんですけど、久しぶりにね食べてみようと思います。高いよ。こんな味だったっけ。好き嫌い分かれると思う、でもなんか思い出的にはねすごい美味しかった。これは気になる人はね買ってみてください。多分駄菓子屋さんとかあると思うんですよね。じゃじゃん、これ最大ヨーグルトって書いてあるんですけど、昔からあるお菓子で、ヨーグルトを想像すると全く別物で、シャリシャリしてて、見た目はホイップクリームみたいな感じなんですよ。で味がこれ何とも言えない味なんですよね。次は赤べ黒べガム。これなんか予定がある前とか大事なことがある前は絶対食べちゃダメです。これは黒くなるやつですね。食べてみます。あれは10円ガムと同じような味なんですけど、うわこれやばいでしょ。次は酸っぱいレモンにご用心。3つ丸いガムが入ってるんですよ。この中にどれか1つ超酸っぱいやつが入ってる、ロシアンルーレット的なガムなんですね。こんなやつなんですけど、見た目じゃね全然わかんないの。酸っぱい。うわ酸っぱ。次はハイレモン。これねレモンの味のタブレットなんですけど、酸っぱいんですけど優しい味がするんですよ。最後のお菓子です。ぷくぷくタイ。もなかにエアインチョコサンドされてるんですよ。見た目もたい焼きみたいになってて、映えも多分する。めっちゃチョコがクリーミー。これ美味しい。ということで忘れてたロッテのチューイグキャンディーグレープ味のトーマスガムです。これね結構好きなんですけど、ちょっと忘れててほんとごめんなさい。とりあえず食べたいなと思います。独特な食べ方と思うんですけど、こういう板状になってるんですよ。これねこうやって巻き巻きしてこういう状態にしていつも食べてました。味はねなんて言ったらいいか分かんないけど、とりあえず気になる人ね食べてみてください。以上です。今日はこの1000円分お菓子を買って紹介するという、新企画だったんですけど、いかがだったでしょうか。私もなんかあんまり人に、あんまりというか多分もうみんなそうだと思うんですけど、自分が好きなお菓子とかをプレゼンするとかいう機会ないと思うんですよ。だからねなんかすごいね新鮮で、なんかこの美味しさとか良さを伝えるのはどうしようみたいな、結構考えること多かったかなって思うんですけど、でもなんだろう、とりあえずね百聞は一見にしかずって言うんで、気になったらとりあえずね食べてみてほしいなと思います。あまり食べ過ぎてねちょっと太らないようにだけ気をつけてください。ではとりあえずチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。それではなおでした。またな。